江戸時代、日本、薬の町として栄えていた大阪土庄町。薬種商大宮喜助のもとに14歳の一人の少年がでっち奉公に上がっていた。厳しい修行を誠実に務め上げ、独立を許された青年は近江商人の経営理念、三方よしの教えをしっかりと胸に刻み、土庄町に大宮ののれんを掲げる。近江と大阪を2つの山で表現した大宮のロゴに、成果の印でもあった本という字を加えた抱山本。大宮の本家へのご恩を忘れないためにという思いを込めたこの印とともに、1781年6月12日、大宮長兵衛商店が開業する。この開業こそが240年以上続く武田の歴史の幕開けであった。創業者初代大宮長兵衛の思い。患者さんを我が子のように思い、誠実に仕事に取り組んでいくこと。それは後に武田の不変の価値観として受け継がれていく。当時の薬種商は仕入れた和漢の生薬を小分けして販売していた。そんな中、大宮長兵衛商店では小分けする際にも肝臓の切り口を揃え、太さを選別するなど、品質を保つために常に誠実に仕事に取り組んでいた。そして用薬の可能性を確信すると、いち早く輸入薬の販売を開始した。さらに100周年を迎え、製薬事業にも着手し始める。1900年代初頭、武田は研究開発、製造、販売を一体化した近代的な会社組織となった。第二次世界大戦を迎え、世の中が混沌としている中、武田は自らが貫くべき誠実でまっすぐな姿勢を社是として社内外に宣言する。企業の社会的責任や個人の規範を説いたノリには、創業者から受け継がれてきた誠実な思いが経営理念として明文化されている。災害時には被災地が必要とする医薬品をいち早く届けるために尽力し、終戦直後には行き場をなくした引き上げ者を積極的に雇い入れた。育英事業、科学技術の助成、振興など国際社会に役立つプロジェクトを実践するなど、武田は企業市民としての活動にも早くから取り組んできた。戦後の復興を薬で支援し、人々の健康促進への貢献を果たした武田は、新たな世界的医薬品の創出へとスタートを切る。革新的な取り組みを続けた武田は急速に成長し、より多くの治療オプションを患者さんに提供。2000年代にはパーパスを胸に抱いて企業統合を行い、価値観に基づくグローバルな研究開発型のバイオ医薬品のリーディングカンパニーとなる。この統合によりグローバルへと市場と領域を広め、医療を求めるより多くの患者さんのニーズに応えられる結果となった。2018年、武田はニューヨーク証券取引所に上場。シャイヤー社を統合し、マサチューセッツ州ケンブリッジに研究開発施設を設立する。途上国、新興国の人々の健康を促進し、世界的な健康問題を革新的かつサステナブルに解決するため、武田は世界的な組織と積極的に協働している。
毎年武田の従業員が支援を行うプログラムを選定、病気の予防やヘルスワーカーの育成、サプライチェーンの強化、質の高い医療アクセスを目的とした中長期的なプログラムの中から多くの取り組みが選ばれている。現在武田はおよそ80の国と地域に拠点を持ち、世界中の従業員が患者さんの暮らしを豊かにする治療法の確立に尽力している。武田の強みと価値観に基づくバイオ医薬品企業としての可能性を生かし、患者さんのみならず共に働く仲間、地域社会、命を育む地球のために長期的な価値創造に取り組んでいる。現在の武田は1781年の開業から大きく変化を遂げたが、根底にある誠実さと数世紀にわたって引き継がれた伝統が企業の礎となっている。世界中の人々の健やかで輝かしい未来に貢献するために。